むかしごほぞぼさいに寺の厳かな雰囲気の中、本堂を温かく灯す和ろうそく。日本の広葉樹、ハゼの実から採取したろうで作った和ろうそくが誕生したのは室町時代。古くから仏事、茶席などで用いられ、情緒ある雰囲気を醸し出してきました。舞妓さんの白塗りは和ろうそくの明かりのもと、よりきれいに映ります。そんな和ろうそくを伏見の地で手掛けるのが中村ろうそく。明治20年創業、和ろうそくの老舗です。こちらの4代目、田川博和さんが今回の主人公。全国でも数少ない和ろうそく職人の一人です。和ろうそくは植物性でできてますんで、油煙が少ない、油分が少ないというので、すすが払える。お寺は金箔が貼ってあったりとか、それこそ絵が描いてあったりするお寺もありますんで、守るためにも和ろうそくは使われてます。中村ろうそくでは、現在も和ろうそくを一本一本手作りしています。作り方を見せていただきましょう。まず、和紙にいぐさを巻いた芯を型に入れます。次にろうを型に流し込みますが、ろうの温度はおよそ70度。ろうの温度が高すぎると出来上がったろうそくは割れやすくなり、逆に低すぎると柔らかくなってしまいます。ろうが固まったら型から取り出しますが、この時ろうそくはまだ白くありません。練り込み空気を含ませた上掛け用のろうを塗ることで固まった時に白くなります。この工程を正常木掛けと呼びます。ろうが固まる前に素早く素手で塗り込む職人の腕の見せ所です。素手でないと感覚がわからないというか、僕らやっぱり直に触るのはやっぱり全然違います。夏とか冬とか季節があるんで、当然夏はなかなか固まらないし、冬は早く固まっちゃうし、そういう季節感によってスピードを変えたりとか、それはします。自然なもんなんで、やっぱりその年によって変わってきおるから、そこが難しいですね。塗ったろうはすぐに乾き完成。こうして手作業の積み重ねでできる和ろうそくは燃え方にも特徴があります。和ろうそくというのは火力がすごく弱いので、芯をどんどん太くできます。芯を太くするということで、風を受けても消えにくい。それと和ろうそくは中が空洞になってますんで、風がなくてもゆらゆらと揺れて、和ろうそくが揺らぐことによって置物とかそういうのもキラキラ光る。後ろの金屏風なんかでも金色に見える。影が動くんで、そういう昔ながらの、独特な雰囲気が出ます。田川さんは25歳まで自動車会社の整備士でした。妻ひろみさんの実家である中村ろうそくには後継者がいなかったため、田川さんは一念発起して修行に入りました。続ける気はなくてと言ったら変ですけども、ただ本当に困ってる人を助けるというのが一番最初で、だから和ろうそくって多分皆さんも聞いたことはあると思うんですけども、実際通ってるとこ見たことありますかとか、使ったことありますかって言われた時にほとんどないっていうのが今の現実なんで、やっぱりそれを知った時にものづくりと伝えることと両方やらなあかんっていうなんか使命みたいなものが湧いてきて続いてますね。明治以降、安価な洋ろうそくの普及で需要が減り続け、まさに風前の灯火となっている和ろうそく。そんな流れの中、20年ほど前、
和ろうそくの明かりを絶やすことなく新しいニーズを掘り起こそうと田川さんが取り入れたのが和ろうそくに草花の模様などを描いた絵ろうそくです。絵ろうそくはもともと東北地方や北信越地方を中心とした寒い地域の工芸品。花のない冬に花の代用品として仏壇に備えられてきました。中村ろうそくでは絵ろうそくの技術を磨き、時代に伝えていくために若い絵師を積極的に雇っています。今4年目になります。もともと絵師さんが描いてられたものを真似して練習させてもらったものもありますし、自分で季節の柄とかを考えて描かしてもらってるのもありますね。平面に描くのとは違うので、立体に描くのが滑りやすくてなかなか難しいっていうのと、立った時の見え方とかがなかなかちょっと変わってくるので、綺麗に見えるように頑張って描いてます。中村ろうそくでは定番である草花の模様にとらわれず、新しい図案にも積極的に取り組み、京都では比較的新しいこの工芸品がインテリアとして注目を集めるようになりました。特に若い方がそれでね、自分のお部屋を演出したりとか癒しを求められる方とかがね、絵ろうそくに対してすごく興味を持ってもらってる。和ろうそくから絵ろうそくじゃなくて、今の若い方は絵ろうそくから和ろうそくに入ってもらえる。それはもう私らが和ろうそくを伝えるための手段の一つです。和ろうそくに新たな価値を生み、絵ろうそくで新しい伝統を作ろうとしている田川さん。しかし今、原料のハゼがなくなる危機を迎えています。神秘的で情緒のある雰囲気を醸し出す和ろうそく。原料となるのは漆科のハゼの実から作るハゼろうです。昨今、ハゼを育てる農家が減少しており、慢性的な原料不足となっています。そこで和ろうそく職人の田川さんは3年前から自分たちでハゼを栽培するプロジェクトを始めました。右京区にある北桑田高校、農林業科の生徒たちに協力してもらい、ハゼの栽培に取り組んでいます。はい、こんにちは。ご覧のように木としてはそれなりにはなってるんですけども、まだ実が取れてないんで、実が来年なんか再来年なんかになった時に、当然それでろうを絞ります。そのろうがろうそくとして使えるかどうか、ただやらないと進まないし、今やりだしてもまた5年後10年後だから、どんどんやれる機会があればいろんなことはトライしていかないと僕らは先は見えないです。こんなもうほとんどの植えたものがこのようにちゃんと立って育ってくれてるっていうのはもうすごい嬉しい感じてます、はい、このハゼが成長してろうになって商品になれば、地域にもいい貢献ができるんじゃないかと思っています。田川さんはハゼの栽培が成功した後は地元農家の人たちにも畑で育ててもらい、京北地域の新たな産業になってほしいと考えています。京都で作ったものを京都で使う、京都お寺たくさんありますんで、そういうことにもつながっていったらね、もう本当に嬉しいし、もう実がなってろうが絞れたらもう夢のようです。田川さんは貴重なハゼろうを使って新たにハンドクリームを作りました。ハゼが持っている油に保湿の効果があるそうです。ハゼろうっていうのが芸妓さんとか舞妓さんが白塗りされる下地、それもハゼろうでできた瓶付けを塗ってあります。ろうそくだけじゃなくて全く違う、そういうコスメっていうかね、ハンドクリームなんかにハゼが入っていることによって、興味を持ってもらいたい。
今しっかり伝えることを、やりながら自分でできることもやらないと、言ってるだけやん何もやってないやんって言われるのもまた性格的に合わないんでやっぱり自分が発信する以上できることは行動していきたい。400年以上にわたる和ろうそくの伝統を守るためにハゼを栽培し、そして新たな価値を創造する田川さん。和ろうそくの明かりを決して絶やさない職人田川博一さんは、心の内に決意の炎を灯し続けているのです。